昨夜ですけれども、長野県で最大震度5弱の地震がありました。今日になってもまだ余震活動が継続中となります。この昨日の地震の振り返りとですね、あとは長野県の地震の特徴から考えられます、この地震活動の今後などについて見てみたいと思います。まず、昨日の地震の振り返りです。地震が起きましたのは20時19分頃です。長野県北部を震源とする地震でした。ここにはマグニチュード 5.0 となっておりますが、5.0 となっておりますけれども、気象庁の再解析の結果、マグニチュード 5.1 と改められております。また、震源の深さは最新の情報で13キロとなっておりまして、浅いところで起きた、いわゆる直下型地震となります。で、この地震で長野県の大町市などで震度5弱の揺れを観測しました。で、この最初の地震の後、こちら、今日になってからも余震活動が継続中です。今日の1時2分頃には同じく長野県北部を震源とするマグニチュード 4.1 の地震がありました。最初の地震と同じくですね、小川村ですとか、大町市などで、今度は震度4の揺れを観測しています。で、ここまでの余震回数を見てみます。で、こちらが長野県北部を震源とする体に感じる地震の回数を1時間ごとに見たものです。昨日起きたマグニチュード 5.1、最初の地震と表現したものはですね、この時間帯でした。20時台。一方ですね、昨日は18時台にも体に感じる地震が起きておりました。これおそらくですね、前震と言えるタイプですね。で、本震が20時19分頃に起きた可能性があります。今のところは前震、本震、そして余震タイプとなっています。で、先ほどあった通り、午前1時頃にも大きな余震がありました。マグニチュード 4.1 となっていたんですけれども、ここで回数が少し増えましたね。で、今朝になっても4時台で1回、そして5時台に3回、また6時台にも2回体に感じる地震が起きておりまして、昨日から発生しております一連の地震、体に感じる地震の回数は速報値でもう50回近くに達しているということになります。依然として余震活動が活発ということが言えます。で、この長野県なんですけれども、地震活動の特徴について、この後見ていきたいと思います。長野県はですね、もともと地震活動大変活発なエリアなんですね。と言いますのは、これはですね、全国の活断層の位置を示したものになります。主な活断層でして、日本列島には全部で2000本に達するような活断層があるというふうにされるんですけども、その中でも主なものです。ご覧の通り、長野県をはじめとした中部地方、そして近畿地方にかけては、日本列島の中でも活断層が集中しているエリアとなります。非常にですね、活断層が多いエリアとなりまして、今回の地震もその活断層の近くで起きています。と言いますのが、これがですね、この24時間に起きた地震です。で、昨夜から起きている地震は、ここに集中していますね。ここに赤く表現されているところがあります。これが先ほどの活断層の一図にも映っておりましたけれども、糸魚川静岡構造線断層帯と呼ばれます、日本の中でも有数のですね、大断層なんですね。で、今回の地震はその糸魚川静岡構造線のすぐ近くで起きたというものになります。で、ちょっとここを拡大をしてみます。こちらは国土地理院の地理院地図に重ねたものになります。で、赤い点で表現されているのが昨日から起きている地震。で、この辺りですね。この辺り JR の大糸線など走っています。で、この辺りが長野自動車道です。で、大町市の市街地から見るとちょっと東側に離れたところで起きているんですけども、これに地形を重ねてみます。これですね。で、この辺りがちょっと標高が低い領域。で、少し今回は東の方に外れたところで起きているんですけども、先ほどの糸魚川静岡構造線はこの辺りを通っています。断層そのものというよりは、その近傍で起きたような、形ではあるんですけども、マグニチュードが 5.1 と、比較的大きめ、中規模地震と言えるものになります。で、この糸魚川静岡構造線断層帯が走っているということもありまして、長野県はですね、過去から地震が多発しています。で、特にですね、今回の地震と非常に近い場所で起きた地震があるんです。この辺り。これ1918年。
もう100年以上前です。11月11日に大町地震と呼ばれる地震が起きました。この地震の特徴はですね、最初の地震がマグニチュード 6.1 でした。今回よりも一回り大きな地震です。で、その半日余り経った後にマグニチュード 6.5 という地震が起きたんですね。非常にこの長野県というのは地盤が複雑、ひび割れです、活断層が多い状況でして、このような形で100年以上前には半日以上経った後にもう一回り大きな地震が来たような事例もあります。で、さらに、今回の地震から少し北の方に離れておりますけれども、白馬村のあたりですと2014年の11月22日、もっと大きいです。マグニチュード 6.7 といった地震が起きたような事例もあります。2014年の場合は震度6弱です。怪我人46人、家屋の全壊77棟という大変大きな被害が出たような事例も、今回の地震から少し北に離れた場所で起きたこともあります。また他にもですね、たくさんあります。長野県には過去からマグニチュード 5から6クラスというのがたくさん起きているんですけれども、今回の地震、この先を考えるにあたっては、今のところはやはりですね、前震、本震、そして余震型といった起き方をしています。とはいえ、先ほどの1918年のように後から大きな地震が来た事例というのが今回の地震のすぐそばで、実例としてもありますので、余震として、この後収まるのではなく、もう少しですね、大きめの地震が来るかもしれません。そのあたりはまだ見通しを立てるというのは、大変難しいところではあるんですけれども、やはりですね、非常に地盤、岩盤が複雑な領域にも当たっておりますので、引き続き今後の地震活動には注意ということが言えそうです。最新の地震情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。